芸能事務所をやってる代表の方が隣に座っていて、君面白いからうちでタレントやらないかって。人に貸して帰ってこなかったという分も200万近くはあったと思うので、自殺目的で溜め込んでたんですけど、それを一気に全部飲んだというのがまず一つと、たまに実際のその女性とか男性とかの写真とか、いわゆるヌードとか使うこともありますし、家電のカタログだったりだとか。カタログがおかずになる？そうですね、はい。お名前と年齢を聞かせ願えますか？はい。とりあえずという活動名でやっております。今46歳でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今って、お仕事とかって何やられてるんですか？日雇いで、倉庫ですとか、あとは、荷上げですとか、あとは工場の、ライン作業とか、その日その日によって全然違う作業をしてます。生まれはどちら？生まれは東京の杉並区です。で、父の転勤に合わせて、大阪に10年、箕面市ですけど10年いて、はい。で、それから、また杉並区に戻って、で、父のマイホーム購入で埼玉県の上尾市に何年いたかな、十数年いて、で、ここが今11年かなという感じです。高校卒業して、そのまま就職？いえ、大学に進学しまして、で、大学も、なんとか卒業することができまして、それから、就職ということです。どういった仕事をつかれたんですか？地元のプラスチックの成形加工の会社に行きました。ちょっとトラブルがありまして、卒業見込みがあまりなかったんですよね。大学のそうです。はい、なもので就職活動もちょっとしないまま、結構間際まで行っておりまして、で先生の恩情とかもありまして、卒業という形になりまして、なるので、卒業が決定してから、じゃあ就職活動どうしようかってことをしまして、で、新聞の折り込み求人広告で、新卒というわけじゃなく、募集している地元の会社に、応募したという形です。だから私としては、なんていうんですかね、もう時期も迫ってたので、あまり選択はしてられないということで応募したというところです。大学の新卒がうちに応募してくるなんて、創業以来、始まって以来のことだということで、ちょっと随分と期待値が上がっていたみたいで、はい。だいたい高卒の方が多い会社？そうですね、高卒と、あとは、中途採用っていうんですか、何らかの事情で転職されてくる方ということですかね。なんか、辞めちゃうきっかけみたいな。そうですね。会社が期待されてた働きが全くできなくて、私としても、最初に勤めた会社だし頑張りたいって気持ちはあったんですけれども、やっぱり能力不足といいますか、どうしたらいいかわからないというのがもういかんともしがたくて、で、最後はほぼ解雇ですね。もうこの状況が変わらないようだったら、いついつに叱るべき話を社長にするからって上司に言われて、叱るべき話っていうのが何を意味するかっていうのは分かりますので、その時点で自分としてももう改善の見込みがないと言いますか、どう改善したらいいのかすら分かってない状況でしたので、
まあここはもうやめた方がいいのではないのかということで、まあそれまでもちょっと帯状疱疹になったりだとか、もうちょっと顔が免疫力が落ちて腫れ上がったりだとかして、もう判断力も落ちてたような状況でしたので、まあここにいてもちょっと無理だろうなというのもあってやめたというところです。スポットワークになったのはいつ頃から？スポットワークになったのはここに住み始めてからです。結構すぐに次の仕事決まるのではなかろうかと思ったんですけれども、ちょっと全然決まらなくって、で、まあ、やっと決まったところがエンジニアの特定派遣の仕事だったんですけれども、まあ、そこも試用期間で解雇ということになりまして、で1ヶ月後に解雇になるから就職活動どうぞしてくださいと。で就職活動のために会社に来られないとかそういうことがあっても全然構いませんからというふうな通告を受けまして、でちょうどその時期にまあ私の知り合いのライブを見に来てくれないかということで知り合いから言われて、行った先でたまたままあ芸能事務所をやってる代表の方が隣に座っていて、で打ち上げで話してる時に「君面白いからうちでタレントやらないか」って。でその時にもう使用期間でもう終わりあって、もう仕事がなくなって分かってるって、この段階でもう全然今まで経験もない関わりもなかったところからやってみないかって言われるのもなんかの導きかもしれないなということで、ちょっとやってみようと。でその事務所が池袋を中心に地域密着の活動もしてるようなところだったので、豊島区民になった方がいろいろと応援していただきやすくなるのではないかなということで、一人暮らしの先には豊島区をこだわって選んだというのがあったんですけれども、そうしますとやっぱりそのスケジュールに自由が利くような仕事とかっていうのがしたいなってか、やっぱりみんなそうやってある程度シフトが選べるようなところをやりながら並行して活動してるんですけれども、でそこでやっぱり事務所に出入りしてくるその仕事を持ってくる方とか、あとは同じその事務所の仲間たちからそういうスポットワークとかを教えていただいて、それでスポットワークを始めるようになったというのがちょっといきさつで、ちょっと話してすごく長くなって申し訳なかったですけど、スポットワークを始めたきっかけっていうのはそういうところです。芸能事務所？はい。そういう業界には興味あったんですか？あんまりなかったです。採用試験といいますか、それも兼ねて一回うちの事務所が主催するそのライブで出演してということで、その時に出演するのでそれを見に来てほしいということで行ったのがそうですね、3月の末だったか、だと思います。はい。どういうことやられてたんですか？ネット番組、バラエティで、進行とか、あとは出演者として喋ったりとか、ですかね。はい。借金たくさんあったじゃないですか。はい。あれ今どうなったのかなと思って。確かそうですね。2016年の夏に、ちょっとね、自殺未遂とかあった。直後に、もう返済はできないということがもうはっきりしたと言いますか、返済できないのはもう前々から明らかだったんですけれども、これ以上粘れないというふうなことがはっきりしたので、滞納が始まる前のタイミングでちょっと代理人を挟んで、
法的処理をしようという対応を始めまして、で、自己破産の方向で、2017年の、秋11月だったかなに、自己破産が成立して、で、2018年の2月だったかに免責許可ということになりましたので、返済を迫られる心配は今なくなったということです。いくらぐらい借金？自己破産に向けて代理人を挟んだ時点では450万円ほどだったと思います。人に貸して帰ってこなかったという分も200万近くはあったと思うので、それがその時期に返せていれば、自分の分の借金もあったとしても、利息が膨らむこともなかったと思うので、借金自体は、翌々月ぐらいにはなんとかなるんじゃなかろうかぐらいの、10万円程度ぐらいで推移してたのではないかなとは思ってます。人に200万貸して帰ってこないって何ですか？200万つっても1人に200万じゃないので、いろんな人に貸してて総額そのぐらいに。そうですね。学生時代の友達から急に何年かぶりに連絡が来たと思ったら、事故を起こしたかなんかでちょっとお金が必要だっていうんで、お金渡したらそのまま連絡が取れなくなったっていうのがあったりとか。おいくらぐらい渡したんですか？60何万だったかな。その時は結構お金あったみたいな？いや、全然なかったんですけど、今にして思えばやっぱり自己肯定感とかってもう本当にもう全然なかったので、行動がおかしくなってたところもあるんじゃなかろうかと。だから私がお金を貸すことでその人が喜んでくれるんだったらってことで、それで自分の存在っていうのを確かめてたみたいな、それぐらい病んでましたね、当時を振り返ると。その友達からはお金返ってこなく、今はもう連絡取ってない？取れないですね。もう完全に逃げられましたね。それからなんか先ほどの話でその自殺未遂とかお話出てきましたけど、はい。それは借金が原因とかじゃなくて？借金が返せないということもありましたし、ちょっとね、親の血が流れてる自分の体に対する嫌悪感っていうこともありましたし、あとはそうですね、もう体がやっぱり気分が落ち込んだりとか、ちょっと健康状態も崩れがちになってくると、なんか思ったように働けないと言いますか、だからちょっと欠勤が散発したりだとか、そういうことに対する嫌悪感というか、もう人間としてダメでしょうこれはみたいな、そういう気持ちもありましたし、そういうのが積もり積もってというところです。何して死のうと思ったんですか？いろいろ重ねがけはしてたんですけれども、ちょっとこれは非常によろしくない考え方なんですけれども、自殺目的で薬を溜め込んでたんです。って言いますのは、ちょっと私の非常に憎んでいる人が、持ってる持病の薬があるんですけれども、それがやっぱり毎日毎日もうほぼ一生飲み続けるような薬で、ただ人間なんで飲み忘れっていうのがあって溜まっていくんですよね。で、高尿酸血症の薬なんですけれども、で私も
尿酸値が高かったものですから、だからその薬余ってる部分があるんだったらもうちょっとちょうだいって言ってて、年月ともに何ヶ月分も溜まってたんで、もう1ヶ月分単位とかでもらってて、でその時も2ヶ月分以上持ってましたかね、その薬を。でそれをてめえがくれた薬で死なれたらやっぱり嫌だろうみたいな、そういう嫌がらせのつもりもあって、自殺目的で溜め込んでたんですけど、それを一気に全部飲んだというのがまず一つと、あとは塩素系洗剤と酸性洗剤を混ぜてガスを発生させてたっていうのと、あとはもうアルコールですかね。アルコールも大量に飲んで、あと首吊るつもりでロープ買ってたんですけど、そのロープがね、あるべき場所に、しまった場所に見つからないんですよね。なもんでそれは断念ということで、新聞紙縛るようなビニール紐はあったんですけど、いやこんな紐で途中で切れて後遺症とか残ったら嫌だなって思って、でそれは断念ということで、そんなことをやってましたね。結構なんですか、その憎みっていうのは今もある？今もないといえば嘘になりますけれども、ただ今はそんな相手を困らせてもどうにもならないと言いますか、だからもう、二度と会いたくない、関わりたくないという気持ちはありますけれども、嫌がらせをしようという気持ちはないです。でも当時は困らせてやろうとか、なんかそんなに嫌なことを過去にされてたみたいな感じなんですか？嫌なことは嫌なことですけど、考え方がもう決定的に合わないので、お互い自然体にいるだけで嫌なことになってしまうという、そういう感じですね。そもそもの考えがちょっと合わないっていう。そういうことです。今はそういう死に対する、死にたいなとかそういうのはあるんですか？今はないです。というか、むしろ長生きしたいなと思ってます。すごいいいですね。で、キララさんはジェンダーで言うと何に当たるんですか？ジェンダーで言うと、あれですかね。恋愛対象は、男性、女性、どちらでも嫌悪感はないので、その面ではバイセクシャルだと思います。気持ちの面とか性自認に対しては、以前というかちょっと前はもう自分は心は女性と思ってましたけど、もう最近は性別ってもうどっちでもいいじゃないっていう、そんな性別、男女ってくくりで自分を縛ってること自体がもうバカバカしいと言いますか、それを自分の性自認がとかって考え出すと、周りからどう見られてるとか、そういう余計な考え事と言いますか、ストレスにつながるから、もういいやって、もう性自認女性とか言うの疲れたっていう、そんな気持ちです。バイセクシャルですと、恋愛対象として男も女もどちらでも。今までお付き合いした方とかいらっしゃるんですか？今まで付き合ったのは、女性が1人、男性が1人です。どっちがいいとかっていう、別にそれは関係ない、性格みたいな。
そうですね、性格ですね、合う合わないはありましたけど、体の関係はどちらでもなかったので、ストレートに言っちゃうと、過去2回の経験でセックスは1回もなかったです。それ向こうからやろうみたいな、あとはキララさんの方から誘ったりとかないんですか？なかったですね。私も自分の体に対してやっぱりいい印象を持ってなかったので、というのはそれを男性としての体にってことですけど、だからさらけ出したいって気持ちはあまりなかったかなと思います。で、最初の女性の時はちょっと相手がちょっと年が離れてて未成年だったこともあって、自発的にそういう行動は避けていたというところはありますし、相手も誘ってくるようなことは全くなかったですね。やっぱり未成年ってこともあってプラトニックみたいなところがあったのかなとは思います。で、男性の時は男性なんですけれども、いわゆる陰部はいじってなくて、だからやっぱりトランスジェンダーで心は男性でもう外見ももう毛深くて男性なんですけど、陰部は女性のままだったんですよ。だから多分相手もやっぱり見せたくないって気持ちはあったのではなかろうかと思います。キララさん、性欲ないんですか？性欲、そうです。そんなに強くないのかもしれないですね。一人でやられたりとか。そうですね。一人でやったりだとか、あとは寝てる時に現象が起こったりということはありますけれども、人間を抱きたいという気持ちは弱いかもしれないです。人間以外がいいみたいな。というよりも、快感が同じだったら人間だって人間じゃなくたって一緒じゃないというのがあって、床とかバイブとかバキュームとかの方が物理的にもよっぽど気持ちいいですし、なんかそっちで満足しちゃってます。なんかそういうおもちゃを使ったり、はい。アブノーマル的な感じ。そうですね。だから若い頃は業務用の1200ワットの強烈な掃除機を買って、で塩ビ管を買ってきて自分のものの太さに合うように途中で太さを変えるジョイントなんかをつなげて、もうそういうグッズを作ったりとかして。自作で作るんですか？はい。なんで1200ワットを選ぶんですか？それはやっぱり吸引力が大きい方が快感が大きいかなと思いまして。一人でする時とかの分かりやすく、男だったらその女がおかずであるとか、ゲイでしたら男がおかずだったり、そのバイでしたらなんかどっちもいいのかなと思うんですけど。その時その時ですかね。たまに実際のその女性とか男性とかの写真とか、いわゆるヌードとか使うこともありますし、家電のカタログだったりだとか、掃除機くんが襲ってきてコンセントで首を絞められながら座れるとか、なんかそういうシチュエーションを思い浮かべたりすることもありますし、そうですね。あとは携帯電話のカタログだったり、そこは多分想像力がね、多分一般の方とは方向が違う面があるのかなとは思います。カタログがおかずになる？そうですね、はい。
カタログ見てて、多分普通にカタログ見てて、タッチはしないと思うんですよ。立ちます？いやー、普通にカタログ見てるだけだったら立たないです。はいはい。だけどそこでいろいろとね、想像するんですよ。じゃあ例えば、携帯のカタログがありました。はい。どういう、なんだろう、ストーリー作ります？ストーリーと言いますか、まあ、例えばフリップタイプの、携帯が、耳を甘噛みしてきて、なんか、癒し系の音楽を奏で始めるとか、で、アンテナ伸ばして、なんか、耳の溝なんかをこそばしてくるとか、まあそういう風なところからですかね。すごい、カタログがおかずになるってちょっと、初めて聞きました。ごめんなさいね。私が池袋の家電量販店とかで、カタログとか、いろいろ持ってってても、そういう目では見ないでくださいです。本当に家電の選んでることもありますんで。他になんかあるんですか？家電以外で。まあ、家電以外でですか。家電以外だとまあ、植物とかですかね。植物はいろいろつるを伸ばせたりとか、根があったりとか、あと、何ですかね、果実もいろいろ種類あるので、やっぱりいろいろ想像の材料としては事欠かないですよね。表面がゴワゴワした実をなるようのもあるし、まあ、ちょっとプニプニした、葉っぱとか果実のもあるし、そういう画像を見るんですか？まあ画像ですね、はい。どうやって検索するんですか？じゃあ、その、植物おかずにしようってなった時って。まあ、植物をおかずにしたら、まあ、観葉植物とか、あとは、そうですね、狙い撃ちする時だったら、まあ、ゴーヤとか、ヘチマとか入れちゃうこともありますけど。なるほど。今日は、なんだろう、もう全体として、まあ植物の時もあるけど、今日はゴーヤがいいな、みたいな時も。そうですね。意外とイソギンチャクとかハエトリソウとか、もう使ったりしますねって。ちょっと私は何を言ってるんだろう。いや、めっちゃ面白いですよ。ね、画像を見てそういう想像して手でいくみたいな。まあ、床が多いですかね。だから、寝そべって、はい、まあ、そういう、いわゆるおかずを見ながら、床にこすりつけてるみたいな。ここら辺大丈夫ですか？こすり。直にはこすってないので。なるほどです。じゃあお風呂はどうしてるんですか？あれですね、濡れタオルで体を拭くぐらいですかね、ほぼ。たまに漫画喫茶でシャワーを浴びたりとか、まあ、ごくごくたまに知り合いのうちのお風呂を使わせていただいたりとかありますけど、基本は濡れタオルで拭いて、頭は、シンクで、台所って言うんですか？お皿洗うところで洗ってる感じです。ガスは通ってる？ガス自体は通ってますけど、契約していないから、出ないです。だと体拭くときとかも水？まあ、水のとき、まあ夏は水ですね。で、冬は、アウトドア用の、電気で、お湯を沸かすのがあるので、それを使うか、もしくは、カセットボンベで、お湯を沸かしてやるかですかね。こんな感じで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。